最高ですね。八丁味噌がね美味しかったです。はい、八丁ね。俺は先代仕事好きな人だったもんでね、職人さんだったね。どのぐらいなんですかね、創業は。創業はね、違う店でやってた頃から入れるともう50年近い、でこっち移ってきてから46年ぐらいかな。で去年大将が亡くなって、それその前から大体うどんとかはねもう任されてやってたんだけど、昔の人って結構ねタフだったもんで、よくここまで大きくしたなと思うんだけど。ここにある分は大体1日の、忙しい家庭でこれぐらい一人でやってるもんだから、やれる限界がある、深い仕事がね、先代がやっとってくれたことがいっぱいあるね。おらんくなってからわかるけど
これ赤だし。あ、ありがとうございます。でも食べんとダメだね、やっぱり。今日ちょっと涼しいもんで、もしかしたら忙しいかもしれんね。よいしょ。ちょっと雨がついちゃったね。これは仙台。おいくつで亡くなられたんですか。81。仕事好きな人だったもんでね、まあ、職人さんだったね。すごく。昔ね、もっとすごいでかく打っとったじゃんね、ちゃん大将の時は。これの3倍ぐらいじゃないかな、きっと。可愛いですね。変わったいろんな肌をね。24歳で大将と一緒に結婚して、ほいで何もなしから商売始めまして、もう本当ゼロから始めてもうあの子なんかもう一日中背中におんぶしてほとんど、まあ当時はそういう時代だったもんだからね、息子や嫁さんが一生懸命やっててくれるもんですからね、もう本当に感謝感謝ですしまうところいっぱいあるでしょう。いっぱいありますね。私もなんかお姉ちゃんもやってた気がする、パパもやってた気がする、だから僕
それが嘘になっちゃうっていうことって、そのもう入れちゃってます。全くないじゃんね。なんでこっち。今年秋の大統領選挙にどのような影響を与えるかでしょう。トランプ氏は財政を払って仕上げで全てをだってさ、そこで一回ちょっと4つの文字列に対して愛の点数が形になってくるのも、母音が強く働くと共感型の回路が立ち上がり、例えばありがとうと感謝して私のがあって、もう立ち上がって挨拶してるからでしょ。でもご一緒できて光栄でした。あれはもう入りにくいところ入ってきてその私は本当に曇りと少し雨でしょう。風は愛知県の西部で当てれば北東の風がやや強く吹くでしょう。昨日よりもやや下がるところが多いでしょう。名古屋25度、岐阜と三重県の津は24度。でもこの大きさがねちょうどよくてね、使いやすい。これも辺もね、大将がこのままだと開きにくいからここにこの取っ手をこうやってつけて。DIY が。欧米側を牽制し、お店で仕込まれてるんですか？そうですそうです。結構辛いんですけど人気です。金曜パーソナリティの黒川には私はちょっと近くを見たような目線なんですよ。でも小さい子を入れてでその送ったりとか手紙をできる人の目線みたいなことがあるので、それはもう政治的な感覚はあれだと思います。あれ全然違うじゃん。なんか。いらっしゃいはい、いらっしゃいませ。
切ったよ。とんかつと八丁。はい、とんかつです。八丁です。八丁ね。八丁ね。はい、八丁。はい、八丁ね。はい、八丁ね。はい、カツ丼ね。カツ丼ね。簡単ね。はい、簡単ね。はい、これカート。はい。これお父さんの天とじね。天とじは赤ね。はい。これお母さんの煮かけです。いただきます。よく来られるんですか？うん、よく来るよ。昔から通われてるんですか？オープンから。じゃあもう50年ぐらい。そう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 。なんかこうおすすめのメニューってありますか？これ天とじ。他のお店と違うとこってあるんですか？一応さん。麺が違うね。コリコリ。味噌八丁がいいか八丁。
いらっしゃいませ。はい、力です。八丁です。ありがとうございます。はい。力です。はい、力です。お家を買ったところを取ってほしいです。元気になってよかったね。ね、元気になって。はい、よろしくお願いします。なんだよあれ、うちさもう一個時期でたの。はい、ありがとうございます。八丁ね。力出す。はい。ありがとうございました。はい。
ます。じゃあね。油揚げがないかな。はい、コロカツね。ありがとうございました。これがこれが白醤油。力もちょっと少なめ。皆さんよく来られるんですか？結構好きで来てます。そうなんですね。何かこうおすすめのメニューとかってありますか？やっぱりお味噌が美味しくて、そう、とんかつ。これはお餅だよね。これお餅で。お餅のが結構人気がある。これが一番あれじゃない？この店の麺のあれじゃない？お餅の入ったおうどん。はい、いらっしゃいませ。はい、とんかつです。これまだ絞ってないんでね。で、ハッピーと。ハッピーといただきます。絞ってあるんでね。
あげるね。ちょっと待ってね、今薬味あげるね。来ました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうお待たせしました。はい、満潮です。はい、トントンです。はい、とんかつね。これ力がっちゃう。お待たせしました。とんかつカッチャでございます。失礼します。どうでしたお味の方？最高ですね。八丁味噌がね美味しかったです。はい、コロうどんです。はい、お願いします。はい、八ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。
たせしました。とんかつ八丁です。はい、八丁です。八丁ね、お願いします。ラセータラカレー大好きです。カレーやカラカレー1、カレー2です。めちゃくちゃでかい。ちょっとびっくりしたっす。カレー5で4つ定食1、ライス1。はいやありがとうございます。肉いいよ。ニンニク2でやっぱり冬はこういうのがいいね。美味しい。はいやあれさークリスマスやで。名古屋の丸翔さんという業者なんですけど、苦味渋みも出なくて美味しい出汁が取れるということで、うちのカレーうどん味噌煮込みに合うもんでこの出汁を使ってますね。いやします。
うちカレーうどんがメインなもんで、うどんがよく出てくれるもんで、もううどんはもう測らずに、加水はもう手の感覚で、それでもう毎日やってますね。量が多いもんで。ずっと粉を手で触っとると会話ができるんですよね。機械は無理やり丸めれると思うんですけど、もうこれ以上やめてくれとか今売ってくれっていう風に会話ができるもんで、手打ちにこだわってやってますね。でまたちょっと真ん中に手を踏んでまうので。いろんなところで修行させていただいたもんで、味噌煮込みの山本屋さんっていうところでアルバイトして100席ぐらいあるのに土日になったら行列ができるんですよね。もうですごいなと、面白いなと思って、でましてや麺はもう水と粉だけで食を通じてこんだけの人を喜ばせれる麺って面白いなと思って、最初勤めたところが若狭茶っていうところで、そこでカレーうどんと出会って、自分の好きなカレーと奥が深い、麺類合わせればカレーうどん、それを売りにしてやっていきたいみたいな、自分でチョイスしてこれが一番美味しいっていうのを、それをベースにして22年ずっと味一つ変えずにこれをやらせてもらってますね。
相模原の農家の加藤さんという方がホテル伊勢今。なんでこのお芋を使われてるんですか？カレーうどんにも合うし、ご飯にもかけても美味しいし。味の特徴としてはどういったところ？後を引くもんで、ちょっとインパクトがある辛さだと23日したらまた食べたいなと、そういうふうに思ってもらえるような配合にしてあります。はいや大手1カレー大盛り定1です。はいよ、これ大盛りはそうね。煮込みははいよ、天丼ミニとカレーな。
はいよ2丁。持ってくる。カレー。出せカレー大事。2玉はあります。カレーのはい辛カレー1、カレー2です。
はいよ。さあ。失礼いたしました。唐揚げカレーですね。去年転勤しちゃってほぼ1年ぶりですね。そうなんですね。はい、もう愛知帰ってこれたら楽しみに来てたんです。カレーうどん純粋に美味しいのと唐揚げのボリュームすごくて食べ応えがあるところが一番ですかね。あれさー。はいよ、おやのみんな。ネギだけ入れる。はいよ。いや。はいよ、ミニにな。美味しいよね。教えていただいて、そうなんですか。すごく美味しいと聞いてたので期待通りに。おすすめのメニューとかございますか。もう見た目からしてこれっすよ。カレーうまい。ちょっと辛くて。あ、そうなんですか。めちゃくちゃでかい。ちょっとびっくりしたっす。美味しい。結構ピリ辛。パラカレー第2です。はいや。じゃあ祭りでトンビ1、トンシ1、カレー5で4つ定食、もちカレー定1、ライス。あれさー。で、あと。はい、唐揚げです。はい。ありがとうございます。いいよ。ニンニク2です。お願いします。90で。はいよ、天ぷらそばな。はいよ、まずカレーにな。はい、お待たせ。
はいよ、天カレー。天ぷらカレー丼です。ちょっとお揃いですか？はい、天ざるそばで。はい。はいよ。らせー。はい、それでカレーうどん定食ですね。カレーうどん定食です。ゆっくりどうぞ。カレーうどんとご飯で単品ですね。ご注文以上でおそれで大丈夫です。はい。2個亭です。オープンした時だいぶなりますよね、ここオープンして22年とおっしゃってましたねね。やっぱり冬はこういうのがいいね。あったまるし美味しい、お値打ち。お値打ち。ありがとうございます。お願いします。7点と。でまあ今ね息子もおるでまあ少しずつですけどね前より楽にはなってますよ。お店を継ごうと思ったきっかけって何かあるんですか？父親ってこともあるんで一番近くに出てすごいいいなと思ったんでやりたいなと思いました。麺作りって難しいですか？そうですね、このうどんは塩水使ってるんですけど、その塩の濃度とかその水の量とかも考えてちょっと作らないと硬くなったりとか柔らかくなりすぎたりとかするんで結構その辺が難しいです。練る時間とかをまあ2、30分やっぱ練らないと綺麗な丸とかにならないんでそれもちょっと難しいですね結構。はい、
やっぱその同じ粉を使っとっても温度湿度一つそうですし、店によってやっぱりやり方がこういう作り方があるんだなと思って、僕はもう何軒も行ってよかったですね。もう師匠らにね追いつこうと思っても、師匠らもやっぱ年々レベルアップしてますんで、多分まあ一生追いつけんなっていうのはだで日々勉強ですね、今でも。いらっしゃいませ。はい。カレーうどんちょっと牛すりカレーなんですよ。追加って何でだろうね。そうなんだ。お待たせいたしました。気合ですね。令和に似合わず昭和スタイルなので、気合と根性で乗り切ってくれる。思ってたの選んでつけちゃったんだ。今つけてるのは利尻昆布です。これを40分炊いて、でその後この昆布取り出して、そこの上にあるだしパックです。うるめと鰹節と混合節なんですけど、それを入れて炊きます。のだしとうどんのだし一緒ですか？全く同じです。かけうどんとかの返しですね。金曜日と土曜日のその夜の営業限定で、近隣の店舗さんとか限定なんですけど、この住吉エリアと、ちょっと一部の錦のエリアで配達は行ってます。系列店が多いのもありまして、それで食べたいって言っていただけるお客様も多いですね。今から粉を合わせていきます。製麺する前に最終的にこういう感じの生地になるんですけど、これを作るため
もその粉合わせ、今から合わせるやつが麺になるのは明日ですかね。基本的には1日ぐらい寝かしてますね。めんつゆを作ってます。どのくらい置いとくんですか？最低でも20分は。その後また鍛え直しします？そうですね、もう一度しまして、で最終的に寝かせてから製麺に入るっていう形になります。これ丸々1枚使うので。豆腐屋さんから仕入れるんですか？その揚げを作ってる会社経営をさせていただいてて、直送で香川から取り寄せてます。古畑さんはお昼も働くんですか？お昼も働いてます。そうなんですか。はい、彼女もです。あ、そうなんですか。じゃあお二人で今日回されることが多いですか？お昼はもう一人パートさんがいるんですけど、夜も基本的にもう一人か二人バイト入れてって感じです。勤務時間的にどのぐらいなんですか？多分15、6時間ぐらいは週末は。じゃあ朝6時に終わって、はい、翌日何時から出勤するんですか？翌日は朝10時から。その4時間お店で寝てって感じですか？そう、お店で寝ることもあるし、近くに事務所があるのでそこで寝たりは。お昼の最大来店数ってどのぐらいなんですか？お昼のその11時から15時の間で一番最大できたのが89人ですね。だいたい平均だと4、50人ぐらいです。夜もまあ同じぐらいですね。4、50人が平均で、多いと7、80人ぐらい。まあ、近隣の店舗さんも5時で閉店っていうところが多いので、締めのうどんっていう形で来られる方は多いです。まあ、この辺で飲んでる方とかも多いですし、こう常連の方が多いですね。この近隣の飲食店の従業員さんとかも来られますし、夜のお店で働いててそのお客様と一緒に来られたりとかっていうのも多数です。夜はお酒を飲みながらっていう方も多いので、まあ、そうゆっくり飲まれる方も多いです。
これは牛すじです。牛すじ。うどんに入れるんですか？うどんにも入れるものもありますし、牛すじ皿っていうのがあるので、ピン物で頼んでいただく方もいらっしゃいます。うちが全部でバー3店舗とここのうどん屋1店やってまして、今あるのは全部徒歩1分圏内で行ける場所だけになります。あれはうちの系列店でバーなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。へえ。ちょっといいお酒とか置いてあるバーなんですけど、パフェがありまして、締めパフェで流行り始めたのがだんだんこう若い子にも広がっていって、結構幅広い年齢層の方が来ていただいてます。うどん屋さんはオーナーから命じられたんですか？あ、そうです。最初聞いた時結構戸惑いませんでした？戸惑いましたね。ね、バーテンダーもうどん屋もやってるっていう人がなかなかいないと思うので、みんなびっくりします。普段はお酒作ってることが多いですか？あ、そうですそうです。気づけばこっちの方が出勤多いんで、なんか気づいたらどっちもできるし、あれみたいな感じの。うどん一つ頼んでいただくとおにぎりかライスが無料でつけられるので550円からって形になります。この辺だと多分500円台で食べれるランチってそうそうないので。いいです。すみません。はい、お願いします。こちらもお伺いします。きつねうどんの大盛りと、大盛りが2つ、焼きご飯、たぬきご飯が1つ、カルボナーラうどんと、カルボナーラがだし巻きと、だし巻き。ハイボールで。先お持ちしてよかったですか？はい。お待ちください。きつね大たぬきカルボナーラだし巻きハイボール1つです。
500円。これはたぬきご飯ですね。なんで？まだ？たぬきご飯ですね。お待たせいたしました。マルボナーラうどん。こちらよく混ぜてお召し上がりください。牛肉トマト。牛肉釜玉うどん。あったかい。はい。あとかけうどんの小盛りで。小盛り。梅おろしうどんの梅おろしうどん。あったかいの小盛りで。肉入りぶっかけの冷たいの。冷たいので。大盛りで。大盛りで。はい。私いけますよ。かけから入れます。はーい。こういうさ発言をどうなってる。これ梅木や。かけはいったから。一緒に飲むやったらやってるって。よっしゃ。これ梅あったかいの。これ梅冷たいの一番さ。俺らの俺あったけあーさあ
てきます。福入りぶっかけ盛り3番。牛肉釜玉うどんです。こちらお好みでお醤油かけてお召し上がりください。後ろから失礼します。福入りぶっかけ大盛り。はい。失礼します。はい。あ、よかったです。もうお水。はい。はい。いいのかな。ねえ。お疲れ様です。これで何ですか。ごめんなさい。多分もう新しい通出さんと。これでもうラップして。多分ね。別に。こぼれてるし、思ったより怖いけど。メニュー表めちゃくちゃ多いんですけど、初めて来た時からツーがあるんで、お願いします。ただのカレーうどんじゃないですか。こだわりの。いらっしゃいませ。はい。自分が好きだから。そうです。うわ、じゃあ美味しい。めちゃくちゃいいキャッチみたいなやつ。じゃあカレーはカレーです。カレーやっぱカレーうどん。やっぱカレーですか。カレーうどんしか食べない。じゃあカレーうどんで。俺もカレーうどん。他の食べた方がいいです。いや、カレー全部で6個です。はい。一束だけどね、長い。机は何の？お願いします。作ったね。僕映したらめっちゃいいあれできるんですよ。麺をすくってください。これにうどんだけですね。はい、いただきます。で、ここにライス大つけて。いただきます。はい。これがライス大バー。はい。牛すじカレーですよ。それちょっと食べたい。同じ場所に。追加。
追加って何て言うんだろう、ネクスト。おすすめのメニューってありますか？なんかメニュー表めちゃくちゃ多いんですけど、初めて来た時からもう1年半前ですかね、このカレーうどん、これただのカレーうどんじゃないですよ、こだわりのカレーです。他と違うんですか、味？他と違うかどうかって言われたら違います。気持ちいいっすね。僕よくカウンターで一人でカレーうどん食べるんですけど、味もうまいんですけどやっぱ気持ちいいっすね。いただきます。これはやばいっすわ。これは確かに癖になる味。カレーうどん実は聞いててホテルに泊まってるんですけど、外には出ちゃいけないみたいな、どうしても食べたいと、でも外に出ちゃいけない。彼女とはフーっていう最近のアプリ交換してるんですけど、見てほしいんですけど、何してるの、どこ行ってるの、フー止まっとるし嫌な感じみたいな、これ来てるんです。これ止めてまで食べに来る価値あります。ありがとうございます。冷やかけに行って冷やかけをさ。はーい。です。美味しすぎて実は食べたくなるんですけど、もう僕らちょっと止めてくれないんですよ。なのでちょろそう。さっきライスは普通の。お願いします。はい、お客さん、冷やかけです。はい、どうぞ。天日置いときますね。ありがとう。だけ同じお客さんじゃないです。天ぷら用。これお願い。はい、お客様。はいはい、ある。あったかいかけるおにとり天です。天日を置いときます。カレーうどん。はい。鶏天。カレーが2個、牛肉釜玉大盛りが1個、鶏天が別皿で1個。すごいんですけど。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。 1D81 牛肉釜玉はい、牛肉にも味付いてます。お好みで醤油は使ってください。
前から出してじゃん。お願いします。おーい。すみません。で、伝票を一つのように分けてあるので。はい。そうなんだ。どのぐらいの頻度で来られるんですか？月に1回から2回ぐらい。大体飲んだ後に来られるんですか？そうです。締めですか？はい。ですか？初めての。美味しい。美味しいですか？このカレー美味しい。美味しいよ。すみません。ごちそうさまです。すみません。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。お店を出すためのセミナーを開いてる会社と提携してまして、でそれに行くのと、前の店長から教えてもらいつつっていう。それね、難しいですか？そうですね、難しいです。この形にする形成の部分が結構難しいですね。あんまり厚すぎるとここの間に入らなかったりとか、逆に薄すぎても麺が細くなってしまうので、その調整が難しいです。もう自分でこれだなっていう大きさとか厚さをもう自分で毎日試行錯誤しながらやっていくしかないですね。気温と湿度によってその塩分濃度を変えたりはします。特にやっぱ今冬なので湿度が低い分、ちょっと水分量を多くしてあげないとすぐ麺が乾燥してしまうので。小峠さんの麺の特徴とかって分かりますか？なんといってもコシですね。あったかくてもちゃんとコシがあるっていう。4名様です。今そうやんな。お前それ分からないよ。一人で行くやん、一人行こうや。きつねなのあったかいやつ。イタリアン風これあるでめっちゃバターかも。イタリアン風ってほんまそうやんか。めっちゃ悪いやん。でも俺めっちゃ覚えてんねん。それとかね、調べて行くからそうなの。お酒行ったら。こちらはイタリアです。顔がとか言ったらさ、やっぱ石の中に石が好きやつ。かわいいよ。5秒前に言うとった。誰言ってんの？
きつねうどんのお客様。きつねうどん。はい。そう、これ美味しかったよ、名前。置いた方がいい。もう一個のきつねうどん。置いといてください。はーい。こっちで、ごめんなさい。ありがとうございます。大丈夫ですよ。シールが多い。いや、ありますよ。出前行ってきまーす。うどんいいです。伊佐さん。失礼します。じゃあ多分それ以外みんな牛すじカレー1個あります。僕も牛すじカレーで。カルボですね。はーい。お疲れ様です。いただきます。いつもすみません。ありがとうございます。あざっす。でもやっぱり仕事やから、まあいいかと思って結婚してちゃんと仕事もしてるし、まあなんていうの、そんなこれして今もうあるよ、ほんまに。そんなにするんだらそこをあんまり気をつけてほしい。今度のイベント。カルボナーラうどんです。はい、ありがとうございます。少ない自分の何結婚して、じゃあ何人 YouTube ぐらいでこちらするかもう麺。ひどいよね。ありがとうございました。ありがとうございます。急にカレーうどんです。ほんまにあるわ。やばい。カレーうどんはこれツイストするとピロンピロンとなるじゃん。絶対、巻いて食べるもんね、1本ずつ普段から飛ばないようにこうやって丸めて食べるの。皆さんよく来られるんですか？友達に気づかない。気づかない。大月さんのいいところって教えてもらえますか？もうやっぱ美味しいとこ。もう仕事終わりにお腹が空いたなって言ったら。両親的な。はーい。お疲れ様です。
全然いいんで。失礼のショーです。はい。はいよ。一番ですね。はい。お客様、たぬきご飯と天ぷらを。めちゃくちゃいいし。ただそれだけっすよ。飲み放題お水なんですけどね。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。おうどす。私は明太バタートマトの明太バターかまと。やばすぎだろ。僕肉入りぶっかけに。肉入りぶっかけは冷たい方で。冷たい方でいいです。はい。鶏天と。鶏天と。かぼちゃ天と大丈夫卵。肉入りぶっかけの方に野菜かき揚げにしてください。かき揚げます。肉ぶっかけの大盛りでかぼちゃ天とちくわ天と野菜かき揚げ。かき揚げ。あ、そうっすね。ああ、いらっしゃい。肉フード。あ、そう。けど、金曜日切るほどの。今だ、ごめんね。はい。俺のカレーじゃないから。俺の店で。お待たせいたしました。明太バター。はい。そのままだって趣味打ちは。それなんだなおからや。ジューシーってありがとう。五十嵐が起爆剤になってるな。そうそう。五十嵐は。お待たせいたしました。肉入りぶっかけの大盛りで、かぼちゃ天とちくわ天とかき揚げですね。はい、肉入りぶっかけうどんで半熟卵天と鶏天、かぼちゃ天、野菜天、ミルク。うん。絶対熱いんだよな。だから。あ、わかった。
甘さらしにするのに蜂蜜入れてます。お待たせいたしました。シャイオールもどうなるか。気合ですね令和に似合わず昭和スタイルなので気合と根性で乗り切ってくれる。今日のお昼もお二人で回すんですか？今日のお昼は2人ですね。仕込みとかされるんですか？前日は治療時間がお昼の11時から夜の7時までになる。週末がちょっと変則的で、週末はもう大体こんな感じの勤務体系になりますね。結構飲食長いんですか？私が今働き始めて4年目、若い時にも飲食店やってたので総合して多分10年ぐらいは働いてます。大変だねとか結構言われるんですけど、自分が楽しく働いてるのもあるし、今までの店長とか社員が男性だったからこそ自分になって自分だから来たいっていうお客さんとかもやっぱいるので、そういう点では強みかなと思います。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ポテ卵入り。はい、カレー煮込みです。はい、お願いします。昔から来てるからね。私はもう30年以上来てます。いいですか？美味しい。いらっしゃいませ。い
うちのおじいさんの前から市場でうどん屋さんをやってたんですよ。そこからこっちに変わってきて、だからもう僕だけでももうかれこれ30年はやってるんです。もともと最初からこのお店を継ごうと思ってたんですか？自然とやるもんだなっていう感じはありましたけど、小さい頃から。小学校の時は丼洗ってたりだとかで、大学になった時は厨房の中入って作ってました。自分でも本当に早かったなって感じですよね。でちょっと1回目の寝かせです。麺業に関しては本当に7、80年になってますね。すごいですよね。4代目はもうどっちでもいいって忙しいで、まあ、体が疲れるだけだね。なるほどなるほど。かまぼこ屋さんがなんか近くにあったんだけどやめちゃったりだとか、いろいろ探してもらってようやく。よし。
が出るメニューとかってありますか？寒い時期は味噌煮込みが多いし、暖かくなるとエビおろしそばとかで、通年でよく出るのはシーフードカレーみたいなカレーうどんとか、五目あんかけみたいなカレーうどんとかかな。あと唐揚げも出るし、とんかつも出ますね。以上になります。すみません。ありがとうございました。一日寝かせるみたいな。触ったら休ませて、触ったら休ませての繰り返しですよね。亀に入れる理由とかあるんですか？水分とか湿気とかの調整が一番いいとかあるでしょうね。はいはい、この亀は本当に昔からずっとですよ。確か。先々代ぐらいかな。これ常滑じゃないかな。常滑焼きの亀じゃないかな。これで昼から2回目また丸めます。今の順番をなんか入れ替えてるんですか？だから均等になるようにとか大きさとか大体同じグラム数で合わせているので大体同じ大きさぐらいになるとか。これ何ですか？これは五目ご飯っていうのがあるんですよ、メニューの注文があったらこれと白ご飯をその都度混ぜて出すんですけど、大鍋で煮て少しずつ使っていく。味噌煮込みとかに入れるやつ。形が珍しいですね。ああ、ちっちゃいから。ああ、そうか。普通もっと大きいよね。大きいかね、もっと。
しょう。赤味噌、豆味噌、白味噌とかいろいろ混ぜてます。大体何分ぐらい？太さとか硬さとかまた水分量微妙に変わる。大体12、3分で揚げてます。一番特別。席だね。お願いします。はい。1週間に一遍は来るわね。
帰り。すいません。はい、お願いします。ありがとうございます。1000円お待たせしました。いいですか？はい、どうぞ。すみません、はい蓋もらいます。ノーソージュで。米冷たいやつです。カレーお願いします。彩りでご飯作るので、はい、どっちどっち、はい、あと2人なしでよかったです。はい。
あるなっていう。たくさんあるね。たくさんあるよ。おすすめのメニューとかってあるんですか？いや、うちら彩りばっかりやもんね。彩り。同じようなもんばっかり私たちはいつも好きだから。いい人はみんないい人。ね。店員さんもね。店員さんもね、おばあちゃんも。おばあちゃんおばあちゃんも。おばあちゃんと仲良し。おばあちゃんと仲いいよね。いらっしゃいませ。体力すごいですね。体力もなんかね、朝たっぷり食べない。ダメよ。何に使うんですか？煮込み。煮込み。煮込みうどん。じゃあ結構な量使いますね。使いますね。これが痛くなっちゃう。三好屋さんの魅力ってありますか？安くて健康で量が。天野さんと。いいですか？はい、すみません。地元でこっちでやってるんですよ。ありがとうございます。失礼します。はい、お待たせしました。白玉ですね。これでよかったですか？よく来られるんですか？あ、そうなんですか。美味しい。うどんがうまいね。あ、うどんがうまいですか。で天ぷらもうまいし。へえ。最近こればっかり。夏だと普通のうどんとかカレーうどんとかの硬いのがダメなもんだから、ここ白玉にしてもらってちょっと柔らかい。はい、どうぞ。ポテ卵入り。はーい。エプロンご利用です。はい、持ってきます。みんな売れる。お願いします。お願いします。レジです。はい、カレー煮込みです。はい。
かな。昔から来ちゃうからね。何年ぐらい通われてるんですか33年ぐらい。あ、そうね、親子3世代で通われてるっていう。親子3世代。みんな。そう、3世代だ。ちびっこで、はい、コークがなんか美味しい？美味しい？美味しいですか？お味いかがですか？めっちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。じっとしといてね。じゃあお願いします。とんかつは1日10枚限定で、切り込みとかはもう業者の人がやってくれてて、プロが700で笹が250。こっちが700。コロとかに使うつゆ。はい。ちゃんとほぐしとかんと。
こんな感じ。だからもうカツはもう昼までもう売り切れちゃう大体。そうですね。はい。早い時間になくなるんです。はい。もうほとんどカレーうどんですか。そうでも9割方カレーうどんね。ただ土日とか、まあ家族連れとか来るじゃないですか。だから大体ラーメン頼んだり。ドアがお兄さんしゃべりやすくて。カレーの中に入れるね。でこの箸はだし、スープに取る。鶏スープのいい香りがしますね。いい香りする。いや意外と嫌いかなと思った、なんかこういう匂い。いや全然。カレー粉屋さんに行くのでそういうかつお節もあるんだけどめっちゃくちゃ匂いの行っただけで何にもしてない削り節でさ、ものすごいいい匂いする。揚げも入れるんですよ。かまぼこと揚げと今私がひいてるネギ、それがカレーの中に入る。ね、冬になるとね、こういうのやるよ、イカリングとかやるよ。だけどもう今夏はね、カツ自体がそんなにもう出る可能性も少ない時もあるもんね。ので、まあ今こっちだけやめてる。冬になったらまた。そうやろうかなと思って。でもね、カツはね、意外とまあ人気があるんですけどね。それで守ってけよ。もうね、カツね、もう出る時はすぐ11時ぐらいで見れるね。明日から阪神か。阪神？阪神でドラゴン行なんか3連勝したらドラゴンやるのか大体これ1本7人前ですね。朝から製麺とかまでされてた。ああ、そうそう。雨降ってきたろ。ねえ。中におるでわからなかったろ。
キッズクラブにお邪魔しています。松原先生にこちらの魅力を50周年を迎えた KTC グループが応援しています。一つの特徴は楽しいから続くと。しばらく来なかった間にゴミ増えてません？今バッとこう振り返るとやるぞって気持ちですごいしてほしい。でよく見ると SDGs の17のゴールのうちの一つ海の豊かさを守ろうっていう中何が入っててこれ海の豊かさを守るために絡ませたくて、よその店よりも太めにしたりとか、温めるとちょっともちもちした食感になるし、水で締めるとちょっとキュッていうの結構歯ごたえのあるコシのある食感になる。じゃあカツカレー2つとカレーとご飯これ。はい。あ、いらっしゃいませ。
これもカツカレー。非常に美味しいです。毎日食べたい。カツカレーうどん。カツカレーね。はい。カツカレー。今日のようにですね、ところによっては局地的に激しい雷雨になり、ではこの先の天気の変化を10日間予報で見ていきます。はい、今雷雨にお気をつけください。ああ、それ、カレードは。はい、これ。ごちそうさまです。ああ、美味しかったです。どうも。 1050円。はい。どうも。ごちそうさまです。ありがとうございます。あ、大手ですよ。あ、これ700円です。はい。冷やし肉うどんの中盛り一つと、はい。絹カレー中で。あ、絹カレーね。ちょっと大盛りしかつけないんですよ。じゃあ、大盛りで。大盛りですか。はい。すいません。あ、絹カレーがつけ麺。冷たいカレーね。そうね、これ冷たいカレー。ごちそうさまです。あのね、1100円です。はい、そうです。あ、どうもありがとうございます。お願いいたします。カレーでご飯。はい。うん、カレー美味しいと思う。時々食べたくなってくる。あの味のあり方好きなんだけど。カツカレーうどんライスチキン。あ、わかりました。あ、それ。あ、それ奥から行ったんです。はい。すみません、はい、どうぞ。
麺うまかったそう。麺もちもち。助かります。今日はカツもご飯も大盛りで。料理的な主婦をざっくり中83人どうあれだったご注文は何されたんですか？カレーうどんですね。カレーうどんですか？はいはい。どうですか、お味は？うまいですね。久しぶりにあー、すごいですね。これ川から流れてきてるんですか？そうですね。180円でどうですか？32、3年前。俺は22の時やで。ご主人はもうずっとここに通われてるんですか？まあ、来るわね。ありがとうね。ありがとう。ありがとう。この間もラーメン食べたから。気をつけてね。